革靴ってビジネスのシーンで履くイメージ強いと思うんですよね。で、靴ずれとかね、痛いとか、そういったネガティブなイメージをお持ちの方も少なくないと思うんですね。ただカジュアルだともっと革靴の可能性って広がりますし、選択肢って広がってきますし、ちょっとね革靴のことが分かるようになってくるとすごく奥が深くて魅力にあふれてる世界だってことが分かるんですよね。なんか最近コーヒーに似てるんじゃないかなってちょっと思ってるんですけれども、自分で豆ひいてドリップすると香りとかね味とか全然違うじゃないですか。なんかそんなのに似てるなって思ってまして、なので今回の動画ではじゃあ何がそんなに革靴って面白いのかっていう話も交えながら、僕の過去の失敗とか経験も踏まえてですね、靴選びにおいて知っておいていただいた方がいいこといろいろお話しさせていただければと思っております。近々靴を買うご予定がある方はもちろん、すぐ買わないけどいずれ靴買う時のですね参考になるような内容をもうできるだけギュッと詰め込んでお話しさせていただきますので、この動画がですねこれから靴を買う方にとって最高の靴に出会えるきっかけになれば嬉しいなと思っております。で、ざっくりですねこんな内容でお話をさせていただきたいと思います。まずデザインですね。で、デザインについて回るのがやっぱシーンとかマナーとか TPO みたいな話ですね。で、あと革っていう素材の物性について、機能性とかどういう素材なのかっていう話で、その素材についてもあるのがやっぱケアとかねエイジングっていう話ですし、あと靴の構造ですね。靴っていうものを、道具として見た時にどうなのかみたいな話、あとはですね足に合う靴を選ぶための事前知識とか、あと靴の実際の選び方、あとは長く履くための豆知識とか、そういったところですね。で、最後にこれ個人的にちょっとお伝えしたいところなんですけど、革靴の価格と価値みたいな話。革靴ってやっぱ高いよねって思ってらっしゃる方多いと思うんですが、道具として見た時にどうなのかっていうところをですねお話しさせていただければと思います。ですみません、僕初めての方もね多分いらっしゃると思うので簡単に自己紹介をさせていただければと思います。久住浩平と申しまして、この YouTube チャンネルをメインにですね革靴の情報発信をさせていただいております。で、靴のメーカーさんだったりとか、あと国内外のブランドの代理店さんだったりとかですね、あとは、靴の修理屋さんとか靴磨き屋さんとかそういったところに取材をさせていただいているっていうことをしております。で、過去にはですね Kindle で、電子書籍を出させていただいて、一時的に、ね、ベストセラーマークがついたりとか、あと、国内のメーカーさんはもちろんなんですけれども海外の靴ブランドの工場の見学をさせていただいたりとか、あと葉加瀬太郎さんのラジオにも出演させていただいたことありますね。あと地方のローカル番組も出たことあったかな、みたいな感じで活動をしております。で、ちょっとね小難しい話とかも、多少あったりするんですけれども、これ知っておいていただくと絶対いい買い物ができると思いますので、ぜひ最後までですねご覧いただければ僕は嬉しいなと思っております。で、まず1つ目ですね、革靴のデザインについてお話をさせていただければと思います。で、デザインってやっぱり見た目の部分なんで視覚的に分かりやすいっていうところがありますよね。で、ビジネスかカジュアルかで選ぶ革靴のデザインが結構変わってくるっていう話がまずあって、でさらにざっくり革靴のデザインを本当超ざっくりですけどカテゴリー分けすると内バネか外バネかそれ以外かっていう形で分けられると思います。別にこの分け方が一般的かっていうとそうではないんですけれども、選ぶ上で知っておいていただきたいってことですね。なんか俺か俺以外かみたいになっちゃいましたけど、でまず内バネっていうのはですねこんな感じで、この靴紐を通すレースステイと呼ばれている部分が甲の下にぐっと潜り込んで下に入っているようなデザインが内バネですね。で、一方でこちらが外バネになります。このレースステイの部分が甲を覆っているようなタイプのものですね。これが外バネで、と言われています。で、一般的に内バネの方が外バネよりもフォーマルな位置づけであるとされているので、例えばビジネスのねシーンで履いていただくにはもってこいかなという感じです。で、ビジネスであればなんですけれども、この黒のですね内バネのストレートチップと呼ばれているデザイン、これが非常に定番であり、いわゆる王道みたいなそんな靴の一つになりますね。最もフォーマルな位置づけの靴の一つであるというふうに言われています。で、ストレートチップっていうのはこのつま先にですね一本線が入ったもの、これがストレートチップと言われるデザインになります。内バネのストレートチップですね。で、ビジネスはもちろんなんですけど、例えば、式典だったりとか、結婚式、成人式とかね、あとはお通夜とかお葬式とかそういったところで履いて失礼のない、冠婚葬祭って言われてるやつですね。そういったところで履いて失礼のないのがこの黒の内バネのストレートチップなので、一足持っておいていただくと損はないですよっていうのがそのいわゆる靴業界の常套句であり、歌い文句かなと
いうところです。冗談はさておきなんですけど、イギリスの上流階級の人とかが履いているもっとフォーマルな靴とかねあるんですよ、他にも。なんですけど、我々日本人が普段履く靴としては、そういった靴あまり履かないので、この黒の内張りのストレートチップがいわゆる王道的な、定番的なデザインの一つですね。ただ内バネってこの羽の部分のね可動域がちょっと狭いんですよ。ここが縫い付けられてますんで、ここがすごく開くかっていうとそうではないんですね。なので甲が高い方、足の甲が高い方にとってはちょっと締め付けが強くて痛いっていうケースもなくはないんですよね。なのでそういった方はですね、これさっきの外バネですけれども、こういう靴を選んでいただいてもビジネスでは別にいいのかなと思います。すごくねかっちりしたお仕事の方とか、ここぞっていう時に履く靴は、ストレートチップの方が好ましいかもしれないんですけれども、別に、ビジネスで全然これ履けるし、これ外バネのプレーントーって呼ばれてるんですけれども、つま先の部分ね装飾がなくて、非常にプレーンな、スタイルですよね。こういった靴であれば、別にビジネスでも全然履けますという感じなので、そういった選択肢もありなのかなと思います。でこの外バネのプレーントーであれば実はすごく汎用的ですね。なのでカジュアルでも全然履いていただけるっていうようなスタイルになりますので、例えばデニムでちょっとね休日に履くとかっていうシーンでも全く問題のないデザインですね。でただつま先のシルエットがすごくシャープで尖っているものだったりすると、どっちかっていうとビジネス寄りのドレッシーなタイプになるので、ちょっと丸みのあるものだったりすると割とオンオフ汎用的に履いていただけるのかなっていうのが特徴の靴でもあります。っていう感じでカジュアルはですね、選べる革靴の種類がもっと広がるんですよね。ここが革靴の結構面白いところかなって個人的には思ってます。で革靴ってデザイン自体はそんなめちゃめちゃ多いもんじゃないんですよね。1000とか何百とかあるかっていうと全然そういうわけではなくて、デザイン自体はある程度限られてるんですね。数えるぐらいしかないんですよ。ただ同じデザインであってもちょっと見た目のバランスが違うとか、シルエットが違うとか、あと底回りのね仕様が違うとかっていうので見え方が違うと全然カジュアルにもなり得るし、そのドレッシーにもなり得るみたいな、そこがね結構、ちょっと複雑で面白いところなんですけれども、例えばこんな感じなんですけど、これ外バネの U チップって呼ばれてるデザインですね。つま先の部分が U の形になっているものになります。で、ちょっとね丸みがあってぽってりしたシルエットじゃないですか。で何よりこの底回りが結構重厚で、ちょっとどっしり感がありますよね。縫い目がゴリゴリゴリっと入っていて、全体的にちょっとどしっとした感じ。これ、なので結構カジュアルな位置づけの靴になりますよね。けど一方で、こちらも言ったら同じ U チップなわけですね。なんだけど結構つま先がねシャープで、ドレッシーな要素が強い。で底回りも割とすっきりしているっていうのがあるので、どちらかといえばねこれをビジネスというかドレスのシーンで履いて、でこっちはカジュアルなシーンで、例えばデニムとかチノパンとかでワイドパンツとかでもいいでしょうし、こういった履き分け、選び分けをしていただけるっていうのがちょっと複雑なところでも面白いところでもあります。で革靴のデザインって昔からそんなに大きく変わってこなかったっていうのがあるんですよね。これが一つ革靴の価値でもあると思います。だからさっきのねこのストレートチップのような靴であれば、フォーマルな位置づけでもあるし、特にこのすっきりしたねラウンド等のものであればあんまり流行り廃りがないですから、これからも長く履いていっていただけますよっていう話になるわけですね。さっきの常套句大文句的なところなんですけれども、だからそこに関しては僕鵜呑みにしていただいてもいいと思います。このデザインってねいろんなブランドからも出てますし、やっぱり流行り廃りがないっていうのはもう本当その通りだなと思いますんで、持っておいていただくといいかなという感じですね。でその他のデザインについてはですね、例えばバックルのついたモンクストラップっていうものがあったりとか、あとこういったレイジーマンって呼ばれてるものもありますね。これ一見ね靴ひもついてるように見えますけど、ここ飾りなんですよね。でここにエラスティック、伸縮素材がついてるので脱ぎ履きが楽ですよっていうのが特徴の靴です。我々日本人って結構ね座敷っていう文化があったりとか、家の中で靴脱いだりとか結構脱ぎ履きが多い人種じゃないですか。そういった時に一見キリッとして見えるんだけれども脱ぎ履きは楽ですよっていう靴になりますね。あとはローファー系ですね。例えばこれコインローファーって呼ばれてるタイプのもので、ここにサドルって呼ばれる装飾衣装があるのが特徴ですね。でこういった割とすっきりしたオーセンティックなものもあれば、色を
組み合わせてコンビシューズにしたりとかっていうこともできたりするので、カジュアルな靴の中では結構遊びがいがあるというか、いろんな選択肢ができるっていうのがローファーかなと思いますね。で今ねご覧いただいたのはコインローファーですけれども、タッセルローファーもあるし、ビットローファーもあるし、他にも結構あるわけですよ。ローファーって一括りで言っても。なのでぜひですねいろんなものにチャレンジしてみていただきたいなっていうのがカジュアルな靴ですね。であとはですね、こういった穴飾りのあるもの、ちょっとこれポコポコっと穴が開いてますよね。断面がギザギザになってたりとか、こういったデザインもあります。でこれもともとですねイギリスの湿地帯、ちょっと足場が悪いとこを歩くための靴として採用されていた衣装なんですね。カントリーシューズとかによく見られるんですけれども、靴の中の湿気を早く逃がすためにこういった穴が開けられているというのが本来のあれだったんですけれども、今となってはね、我々日本人湿地帯歩くことそんなないし、雨に濡れることはありますけれども、あくまでデザインというか衣装として捉えていただければいいのかなという感じです。なので、例えばストレートチップ1足持ってるんだけど2足目3足目以降の選択肢としてこういったものは選んでいただくと面白いんじゃないのかなっていう感じですね。でデザインの最後にちょっとお伝えしたいのはこの木型っていうものですね。これプラスチックの素材なんですが木型って呼ばれてます。でこの木型っていうものがこの靴の、特にドレスシューズのねこういったシルエット、美しいシルエットを決める要因であり、この足に合うかどうかっていう履き心地フィット感を決める要因でもあるんですね。なので革靴っていうプロダクトにおいてはめちゃめちゃ重要な要素です、木型って。はい、プラスチックなんですけどね、そんな大事な要因ではあるんですけども、デザイン的な視点で見ると、例えばこれつま先のねシルエットとかはこれは結構スクエアでエッジが立ってるっていうタイプの木型ですね。はい、で一方で先ほどご覧いただいたものはちょっと丸みがあって、ね、すっきりしたラウンドのものになります。こういったつま先のシルエットとかを決定づけるのはこの木型なのかなというところでちょっとお話をさせていただきました。でやっぱビジネスのシーンだとマナーとか TPO みたいなものって求められるじゃないですか。やっぱねマナーって相手に対して失礼がないようにとかっていう要素が強いので、そこをなかなかおろそかにすることはねできないと思うんですよね。ただカジュアルのシーンだともっと選べる靴って広がりますので、例えばさっきのローファーとかね、こういったちょっと重厚なものだったりとかっていうのも選択肢として出てくるので、この辺りをぜひですね取り入れていただくと、スタイリングとかも変わってくるし面白いのかなと思ってたりします。ただローファーをビジネスで履けないかっていうとそういうわけではなくて、最近割とお洋服がね結構カジュアルになってきてるっていうライフスタイルの変化とかもあったりするので、別にスーツにローファー合わせてる方も全然いらっしゃいますし、なのでそんなに小難しく考えず、一応さっきのストレートチップとかね定番ですよっていうのを覚えておいていただければという感じでございました。次革の素材ですね。これがまたすごく面白いところです。いろんなものがありますけれども、こういった感じでね、我々が基本的に目にする革靴、靴屋さんとかで見る革靴ってほとんどが牛革でできているものですね。牛の革になります。で革っていうのは基本的にお肉をいただくために屠殺した動物の余った部分なんですよ。なので皮を取るために動物の命をいただくことはないっていうことなんですね。ちょっと一部ね例外がなんかグレーなところもあるんで、ちょっと何とも言えないんですけれども、基本的にはほぼ全てがそうです。お肉をいただいた余った皮っていう感じですね。で皮って放っておいたら腐っちゃうわけじゃないですか、生ものなので。なんですけどそれ腐らないように塩漬けにしてタンナーっていうなめす工場に運んで、そこでですね洗ったりとかこの毛を処理したりとか、あとは油につけたり薬剤につけたりして、放っておいても腐らない素材にしたのがこの革ですね。なのであくまで副産物としての革なので、その考え方によってはですねサステナブルな素材であるというふうに言えるのかなと思います。でちょっと構造の話をしたいんですけど、どれにしようかな。例えばこれにしましょうかね。これ皮がね表面のちょっとつるんとした部分がありますよね。今これデコボコが入ってるのは、これは型押しっつって金属のプレスでガチャンってこの型を押してこのデコボコの模様を決めてます。なのでこれとこれではねちょっと模様の感じが違うんですけれども、つるんとした部分、ここが本来動物の皮の皮膚の表面になるところです。でこれよく見るとですねポツポツポツっとデコボコがあるんですけど、これが毛穴でもともと毛が生えていた部分ですね。
はい、でこれ裏返すとこうなんかね起毛しててモコモコしてるんでなんかこっちが毛なのかなって思う方はもしかしたらいらっしゃるかもしれない、僕が昔そう思ってたんですけど、はい、これは実はですね皮膚の中の部分です。本来の動物の毛ではないですね。でこの革素材って表面の表皮があって、その下はですね繊維構造になってるんですよ。繊維がこう崩落した状態、それが層になってこの革になってるっていう感じなんですね。はい、そんな構造になっています。で革の表面にはですね、その動物の生きている時にできた傷とかシワとか、あとちょっと血管が浮き出てる血筋みたいなものとか、あと虫刺されとかもあったりするんですけれども、そういったその天然の模様みたいなものは靴に使われる時はそういう部分を避けてパーツを裁断したり型で抜いて縫い付けて靴を作っています。なので結構ね贅沢なプロダクトなんですよね、靴って。で次はですねその革の機能的な部分についてお話をしたいんですよね。実はすごく機能的な素材で、まず一つ目はですね吸水性糖質性に優れているというのが一つ大きな特徴です。個人差はねあると思いますけど、人の足って1日にコップ1杯汗かくって言われてるんですよね。本当かよって僕毎回思いますけど、言われてるんですよ。でこの革靴ってこの内側ね、ここも革でできているものがあるんですけれども、革は吸水性糖質性が高い、つまりその吸水性っていうのは文字通りなんですが、糖質性っていうのは湿度を吸って逃がすみたいな感じですねが強いので、こういう靴って全然履いてて蒸れないんですよね、足が。すごく快適なんですね。で一方で例えば人工皮革って呼ばれてる合皮とかね、そういったものとか、あと一部のコーティングレザーって呼ばれてるものは結構その糖質性とか吸水性があんま高くないっていう調査結果とかもあって、そういう履いてる時の快適性においては天然皮革の方が勝っているというデータとかもあったりします。なので蒸れとか、もしかしたら匂いとかね、そういったことにお悩みの方はですね、こういった内側の素材も天然皮革で作られているものを選んでみていただけると、すごくね履き心地変わると思いますよ。感じ方変わると思います。で機能的って申し上げた特徴の2つ目ですね、これ可塑性っていうものがありまして、可塑性ってなんかね難しそうな言葉ですけど、簡単に言うと革に対して外的圧力を加えた結果、革が曲がりますよね。でその曲がった後外的圧力を取り去ってもこの形を覚えているっていう、ただそれだけの話なんですよ。だから何かっていうと、革靴って新品の状態だと結構硬いじゃないですか。それを長く履き続けることによってだんだんこう足に馴染んで、その人の足の形を覚えてですね育っていく、馴染んでいくっていうのがその可塑性があることによるメリットなんですね。これ革靴っていうプロダクトの本当最大の特徴の一つでもあると思いますね。はい、だんだん履いていくと馴染んでいくっていう、形を覚えるっていうことですね。でその新品の状態だと硬いのは足をしっかりホールドするためでもあるんですね。その足の健康を保つための役割もあるんで、ちょっとこの辺の話はまた後ほどしますけれども、これちょっと余談ですけど、なんだっけな、人は寝てるか靴を履いてるかなんだから両方に投資する価値があるって言った人がいるんですね。これイギリスの高級紳士靴ブランドの創業者の方かな、ジョン・ワイルド・スミスっていう人がいるんですけれども、その人の言葉で、確かに我々ね寝てるか、起きてる時間、靴履いてる時間長いんだから両方にこう投資する価値はあるよねっていうことなんですね。日本人はね座敷で靴脱いだりとかする文化があるんで、欧米人よりはその割合は低いと思いますけれども、とはいえ8時間ぐらいお仕事をしていて、通勤時間も含めると10時間ぐらいねこう靴履いてる時間ってビジネスパーソンの方だったらいらっしゃると思うんですよ。だからこう足を支えてくれる、体を支えてくれる靴にはいいものを選びましょうっていうことを言ってるわけですね。で最近結構筋トレ流行ってるじゃないですか。なんかちょっと前サウナ流行ってましたけど、で今ね我々がこう現代社会で生きる上で投資すべきことって筋トレと、寝具だからベッドとか、マットレスとかね、そういったもの、良い睡眠を得られるものと、あともしかしたら読書とかね、自己投資みたいな、あと革靴なんじゃないかなって結構本気で思ってます。これ正解なんじゃないかなって思ってます。スニーカーでもいいのか。そんな革素材なんですが、やっぱデメリットもあるわけですね。弱い部分もあって、やっぱ何といっても水には弱いですね。圧倒的に弱いです。でこういった革靴、雨に濡れてしまうと表面にねこうポツポツっと水ぶくれみたいなものができてしまったりとか、あと白い粉がふわっと吹いたみたいになったりとか、あんまりこう
良い状態ではなくなってしまうんですよね。もちろん補修することできるんで治るんですけれども、とか先日靴の修理屋さんに聞いてうわっと思ったのは、このレザーソール、革底のものは雨に濡れると耐久性が6分の1まで下がってしまうっていう話とかがあったりするんですよね。なので、とにかく雨には弱いですっていうのがこの革靴のちょっと弱いところ。あとですね、この安定供給が難しいっていう側面もあります。あくまで革っていうのは自然のものなので、例えば育った環境とか食事とかいろんな要因によって革の厚みがいつも均一なものが取れるかっていうとそうではないんですね。はい、ここがすごくね難しいところです。で特にそういったタンナーって最近はもう大手のラグジュアリーブランドが買い取って傘下に入れてるんですよ。だからいい革いい素材っていうのはもう優先的にそういうところを買ってっちゃうんですね。持ってかれちゃうので、じゃあ一般的に世の中に出回る革がすごく質の悪いものかっていうと決してそんなことはないんですけれども、ちょっと年によってとか環境だったり気候の変化だったりによって牛が食べる作物のどうのこうのとかが影響して皮の厚みがちょっとずつ違ったりとか、大きい皮が取れたり小さい皮しか取れなかったりみたいなことがあるわけですよ。っていうことは必然的に需要に対して供給がちょっと少なくなってしまうっていうケースもあって、革素材は高価になりがち、はい、人工比較とか他の素材に比べるとやっぱ高いですよね、革ってね、はい、っていう側面があります、革のデメリットとしては。でもう一つガラスレザーって言われている、今正確にはガラスレザーという名前ではないんですけれども、過去にガラスレザーと呼ばれていたコーティングレザーっていうものがありますね。コーティングレザーっていうのは革の表面に樹脂加工をしてつるんと均一に仕上げた革のことを言います。でコーティングをしたことによってさっきの透湿性が損なわれたりとか、あとちょっと伸びが少ないっていうことがあったりします。高校生のローファーで使われているので履いたことある方も多いと思うんですけれども、そういった素材があります。ただ表面を均一にできるっていうことは傷とかシワとかそういった部分を覆い隠すことができるので、革の供給率を上げることができるというか、素材の均一性を保つことができるんですね。なのでコーティングレザーは比較的素材としては安価に提供されているケースが多いです。であとコーティングによって水も通さないので、お手入れするクリームがあんまり浸透しなかったりとか、一方で水に強いっていうメリットもあるんですけれども、なのであれですね、一長一短ですね。メリットデメリットがあるということですね。別にどちらが劣っているとか勝っているとかっていう話ではなくて、そういう素材も世の中にありますよという話です。安価な靴に素材として使われているというケースが多いですよね。はい、であとはその他の素材ですね。あと牛革以外には豚、イノシシとか馬、あとワニ、ヘビとかそういった爬虫類系もありますし、ちょっとパッと出ないんですけど他にもいっぱいあるんですけど、とはいえ我々が普段目にするのはほとんど牛革なので、牛革のものを最初に選んでいただければ全然問題ないかなという感じですね。ここも本当に奥が深い幅広いところなので、ぜひ革靴に興味を持っていただけたらいろんな素材にチャレンジしてみていただきたいですね。さっきお話ししたこの牛革の裏の面が起毛している面がスウェードなんですけれども、これがすごく機能的なんですよ。雨にも濡れても変質しにくいし、あと足当たりも柔らかいし、起毛してるからなんとなく秋冬の素材だって思われているケース少なくないんですけれども、全然夏履いても問題ないです。これはスウェードの靴、僕も本当スウェード好きで何足も持ってますけど、めちゃめちゃおすすめです、個人的に。次はですね、ケアとエイジングっていう話ですね。やっぱり革靴を長持ちさせたいと思ったら欠かせないのがお手入れ、シューケアっていう話になります。でよく考えてみれば季節を問わず路面に打ち付けられて雨風にさらされるのが革靴の常に過酷な環境を強いられているわけですよ。なので放っておけばですね、乾燥して傷んでですね、素材がボロボロになってしまうっていうのは想像に難くありませんよね。なのでちょっといい革靴を買って長持ちさせたいと思うのであれば、そういったクリームを塗って、そのクリームに含まれる水分とか油分によって革の柔軟性を保つ、それによって靴が長持ちするということになります。なのでぜひですね、靴を買っていただいたらお手入れにもチャレンジしていただきたいですね。でご自身でやるのも面倒くさいっていう方は、そういった靴磨き屋さん専門店に持って行っていただくとお手入れしてくださいますんで、
それもぜひ検討していただければという感じです。で、繊維なんですね。この革の素材って先ほど申し上げた通りで、この繊維が乾燥して水分とか油分がだんだん抜けていってしまうね、繊維の甲羅がギシギシっとなって、それが屈曲によってパリンと割れてしまうみたいな、そんなイメージで持っていただくといいのかなという感じです。で、あとは皮が馴染むこと、それを加速させるっていう意味ですかね。それもお手入れによる大きなメリットです。革靴って人間の何十キロっていう体重に常に耐えて、1日に何千回何万回と屈曲する、そんな道具じゃないですか。多少厚みがあってコシのある素材を使わないとその環境に耐えられないわけですね。ただ一方でバッグとか、財布とかね、あと衣類とか家具とかに使われているものはそんなにすっげえ何千回も屈曲するものじゃないじゃないですか。なので比較的柔らかい素材が使われているんですけれども、紳士靴っていうプロダクトであればそういったコシのある硬い素材が使われているっていうことなんですね。で、新品の革靴にお手入れするプレメンテナンスっていうのがあるんですよ。プレメンテナンスっていうのは履き下ろす前にそうやってお手入れをしてあげることによって足なじみを良くして靴を柔らかくするっていうお手入れなんですね。で、これやるとね、本当に圧倒的に柔らかくなるんですが、1回で OK かっていうと僕 2,3 回やってもらった方がいいと思ってるんですね。例えば1回プレメンテナンスして、じゃあもう次の日からねポンってお仕事に入って1日入っていっちゃったりすると全然まだ硬くて痛いみたいなケースが往々にしてあるわけですね。なので1回プレメンテナンスとお手入れしていただいて、ちょっと部屋履きでなじませて、で、良さそうかなと思ったら、じゃあ近くのコンビニまで行ってもらって、まだちょっと馴染んでないかもって思ったらもう一回プレメンテナンスをしてお仕事に履いていく、そこで履き下ろしをするっていう感じですね。正式に多少時間はかかるんですけれども、やらないよりはやった方が全然いいっていうことですね。なので、忍耐とね愛を持って靴と向き合う時間を作るためのプレメンテナンスというかお手入れであるという感じで僕は認識しています。なんか子育てとすごいね似てるのかなって思うんですけれども、で今まで意識的にそのケアとか、シューケアですねとかお手入れっていう言葉をちょっと使ってきました。でもう一つ靴磨きっていう言葉もありますね。一応その道義として同じ意味で使われるケースは多いんですけれども、やっぱ磨きっていう言葉が入っている通り、ちょっとね靴を磨き上げるっていう要素が強いのかなと思います。で例えばこういったドレッシューズでつま先とかかかとにワックスをのせてちょっとねツヤツヤっと光らせる、そんな仕上げがあるんですね。これ鏡面磨きっていうんですけれども、これはどちらかというとそのお化粧的な要素が強いです。なので必ずしも必要なものではないと思ってます僕は。多少ワックスで雨の水を弾くとかっていう効果はあるんですけれども、美観的な要素ですね。靴の美観を整えるためのお化粧っていう感じ。ただやっぱりねやってみるとねちょっと気持ちいいんですよね。ピカッと光ってくると靴がタイドアップというかネクタイしっかり締めてスーツ着るような時とかにドレッシューズがねちょっとだけピカッと光ってるとやっぱ気持ちがいいわけですよね。なので、ちょっとね革靴に片足突っ込んでもらった方は、靴の履くのは両足なんですけれども趣味として楽しんでいただけるようになったらですね、ぜひ鏡面磨きもチャレンジしてみていただきたいなと思います。で次はエイジングですね。経年変化なんて言ったりもしますけれども、これもですね正解がなくてすごく幅が広くて奥の深い世界かなって思ってます。その新品の靴ももちろんかっこいいんだけれども、育ってきた経年変化をまとった靴もかっこいいよっていう意見ってあるじゃないですか。例えばこういったドレッシューズであればだんだん艶が増してきて、この履きじわもなんかゆったりしたねシワが入って使い込んでるなっていう雰囲気がねすごくかっこよかったりもしますよね。で一方で例えばちょっと極端な例ですけど、カントリーシューズとかワークシューズみたいなものであればもちろんそれをきれいにねお手入れして履くっていう履き方もあると思いますし、僕なんならゴリゴリっとシワが入ったりとか傷が入っててもそういう靴はかっこいいんじゃないかなって思ってるんです。これはあくまで僕の意見なんで、別に人それぞれね正解があるというかないというか好みがあっていいと思いますけれども、履く靴によってデザインによって経年変化の振れ幅も違って、あと奥行きもね結構味わえるっていうのがそのエイジング経年変化の楽しみ方かなと思います。はい、であとですねケアの頻度っていう話もありますね。お手入れの頻度、これはですね一般的に雑誌とかネットとかで時々目にするのは、1ヶ月に1回程度で
いいかなみたいな話がよくあるわけですけれども、これは本当にあくまで目安程度に考えていただければいいかなっていう感じです。っていうのは靴を履く頻度によっても違ってくるし、あと足数によってもね、ローテーションの仕方によっても変わってくるし、あとお手入れの仕方によってもなんなら変わってくるんで、ここもですね、別に正解があるものというよりは、どちらかというとちゃんとご自身の靴を見た時に、そろそろお手入れが必要かもとか、まだお手入れ大丈夫かなって見分けられる、判断ができることが重要かなと思ってます。見分ける判断の基準としては、この履きじわの部分とか、こういったところがちょっと乾燥してなんかちょっと白っぽくなってきたなって思ったタイミングでお手入れをしていただくのがいいかなと思います。僕の好きな言葉でちょっとこういう言葉があってですね、あるものにぴったりの靴は他のものにとってはきついと、人生において全ての人間に適したレシピなどないっていう言葉があるんですよ。これ心理学者のカール・ユングの言葉で、僕大好きなんですけど、この世の中に、いわゆる正解と言われているような方程式ももちろんあるけど、ほとんどのものはそうではなくて、人生っていうものにおいて人それぞれ捉え方は違って、だからこそ面白いよねっていう、話だと僕は認識してるんですよね。我々よくね、インターネットで答えを検索してしまいがちじゃないですか。でも必ずしもそれが自分にとって当てはまるかっていうと、そうでないケースの方がなんなら多いんじゃないかなって思ってて、靴もね、そういった目線でご自身の合うやり方、好きな方向性見つけていただけるのが人生を豊かにするんじゃないかなって僕は思ってます。めちゃめちゃいい話。次はですね、靴の構造について、お話をさせていただきたいと思います。靴を道具として見た時にどうなのかっていう話ですね。で、もう超簡単にざっくり分けると、こんな構造になっています。まずアッパーがあって、内側の素材ですね、ライニングがあると。でその間に、芯材と呼ばれている、つま先とかかとにちょっと硬い芯が入っているんですけれども、芯材があって中底があって本底があるっていう感じですね。で中底と本底の間に中物と呼ばれるものが、コルクだったりとか他にも素材はあるんですけれども、そういったクッション性のあるものが入っているという感じですね。ちょっと順番にお話をしていくと、アッパーにおいてはやっぱりまず靴の見た目を左右する要素、デザイン性とか美観的な要素がやっぱり強いのかなと思います。例えばこのさっきのトーキャップのストレートチップのね、トーキャップの部分の線がもうちょっと前に来てるのか後ろに来てるのかとかでも見え方違いますし、このバンプラインがねちょっと前なのか後ろなのか、丸いのか四角いのかっていうのでも見た目変わってきますので、そういった靴の見た目を大きく左右する、デザインのバランスを左右するのがこのアッパーの役割というか、そんな気がします。ただですね、この縫い目がある部分って伸びにくいんですよね。革がロックされているというか。でこのローファー、サドルの部分、これ下までぐっと伸びていて、非常にドレッシーな、デザインになっているんですけれども、ちょっと革は特殊なんであれなんですけれども、すごい綺麗じゃないですか、この曲線とか。なんだけどここ縫い目がしっかりあることによってこの部分ねあんま伸びないんですよね。なのでローファーってやっぱ紐靴と比べると足をしっかり固定してくれる役割少ないんですけれども、ここが伸びないことによってこの甲とかかとで足をしっかりホールドしてくれるっていう役割はあるのかなと、そういった側面もありますね。あくまで見た目を決める部分ではありますが、皮が伸びにくくなるというのがこのアッパーの縫い目の部分の役割かなと思います。で次ライニングですね。ライニングもですね、さっきの話、透湿性だったりとか靴の中のその湿度を逃がしてくれるっていう役割はあるんですけれども、どちらかというとですね、ドレッシーなこの靴のシルエットを補形してくれる、そんな役割も強いのかなと思いますね。やっぱ靴全体が厚くなるので、しっかり足をホールドしてくれるっていう役割も担ってくれているのがこのライニングかと思います。でライニングもちょっといい素材使ってるメーカーさんとかだと一汗かいたらすぐ馴染むって言ったりとかね、で若干その安価な素材だとちょっとね触るとガサガサっとしてたりとか、ちょっと薄かったりとかねするっていうケースもあって、やっぱりねちょっと高価なブランドになるとライニングにもいい素材を使っていて、それがその履き心地にも靴の見た目にも関わってきますよって、意外と案外ね大事な要素だったりします。で芯材はですね、かかとにおいてはこの歩く時にかかとがしっかりついてくるようにこのかかとの形を保持するための役割は大きいのかなという感じですね。でつま先の方はですね、ちょっとすっきりしたラウンド等のものもあれば、一方でこういうスクエアなねちょっとエッジの立った
つま先もあるわけで、これも一つデザインの、ね、要素として、違いが出るところ、面白いところじゃないですか。なのでこの形を、整えるための芯材っていう役割が強いのかなと思いますね。はい、次は底回りなんですけれども、さっきの可塑性の話、だんだんと自分の足に沈み込んで形を覚えて馴染んでいくっていうのがやっぱり革素材であることの大きなメリットの一つかな。で、レザーソールのもの、革底が使われているものであれば、なんていうのかな、屈曲癖がつくんですよ。自分の足が曲がるところで靴も曲がってくれる。で、その曲がる箇所を覚えてくれるっていうのがレザーソールのメリットかなと思います。で、一方でゴム底であればグリップ性の高いものとか、ちょっと重いもの、軽いもの、あと硬いもの、柔らかいもの、いろんな種類のものがあるんですよね。ただゴム底ってその屈曲癖がつかないんですよね。で、今の時代ね、そうやっていろんなゴムがあって、そのゴムを生成する技術も高くなってるのに、未だにこうやってレザーソールでね使われてるっていうのは、やっぱりその履き心地が支持されているからなんじゃないかなって個人的には思ってます。それぐらいレザーソールの履き心地はね魅力的ですよ。で、靴の製法についてもですねちょっとお話ししたいんですが、製法っていうのは何かっていうと、この靴底の縫い付け方、構造の違いですね。はい、ここもねちょっと話すともうほんと小1時間とか話せると思うんでキュッといきますけど、我々が一般的に見る靴の製法っていうのはグッドイヤーベルテッド製法かマッケイ製法かセメント製法と呼ばれる3つがメインかなと思います。で、グッドイヤーっていうのはもともと昔はですね職人さんが手で縫って底付けをしてたんですけれども、これを機械でゲーッと縫えるようにしたっていう、産業革命的なねそういうのが始まりで、靴の量産を可能にしたすごく画期的な製法なんですよ。なんだけどちょっとね靴の構造としては複雑で、こんな感じですね。これ中底です。中底が見えてる状態で、そこにリブテープっていうこの白いテープを貼って、そのリブテープとこのアッパーの余った部分とウェルトって呼ばれてる細い革を縫い付ける。で、そこに中物をつけて本底をガッと貼ってさらに縫うっていう構造なんですね。だから今ご説明した通り結構複雑じゃないですか、製法が、作り方が。なので、靴底の交換修理をできるっていうすごく大きなメリットがあるんだけれども、その反面構造が複雑なことによってちょっと手間がかかるんで、靴の価格が高価になりがちっていう、デメリットが発生します。はい、そんな感じですね。で、一方でそのセメンテッド製法っていうのは単純に靴底をベッて貼り付けただけなんで、靴底の構造はすごくシンプルなんですね。だから手間もかからなくて比較的安価に仕上がるっていうところ。ただ靴底の交換修理はあんまり向かないというか、できないものが多いです。できるものもあるんで、全ての靴が修理できないかというとそうではないんですけれども、ただ軽くて薄くて屈曲もいいっていうメリットもありますね。で、マッケイ製法っていうのはなんとなくその間ぐらいの感じで考えていただければっていう感じです。一応靴底は縫ってるので、多少耐久性もあるし、修理ねそんなの向かないですけども、一応できなくはないと。で、グッドイヤーよりも一応シンプルな底付けになるので、ちょっと価格的にも抑えられるっていうメリットがあったりします。なのでこの製法については、例えば履くシーンでね使い分けていただいたりとかするといいかもしれないです。こういったグッドイヤーの靴はやっぱり自分の足をしっかり沈み込んで覚えるっていうメリットがあるので、1日長く履いてもなかなか疲れにくいんですよね。一方でセメンテッド製法っていうのは底が結構薄いので、楽なんだけれども一日中履いてるとちょっと疲れるっていうケースもあったりします。地面の凸凹がねダイレクトに足裏に来るんでちょっと疲れるなっていうケースもあったりする。なのでちょっとね近所のスーパーとかにお買い物に行くとか、ちょっと車で出かけるような日はそうやってセメンテッド製法とかマッケイみたいな靴でもいいかもしれないですけれども、一日たっぷり歩く、長く履くっていう日はしっかりこういったグッドイヤーの靴の方がいいかもっていうふうには僕はなんとなく感じていますね。はい、次、足に合う靴を選ぶための事前知識ですね。ここ結構重要な話なんでちょっと長くなるかもしれないですけど、たっぷりお話をさせていただきます。で、足に合うことが革靴によってすごく重要ですね。ここがスニーカーと違う大きなところかなと思ってます。本当しつこいようですけど、足に合った靴って本当1日履いても快適なんですよね。全然疲れないし、なので足に合ってる靴を選ぶっていうのがまずとにかく大事だし、あとその足の健康を保つことにもつながるんですよね。で、ちょっとね先に足の構造について簡単にお話をさ
させていただきたいんですけど、ちょっとこの木型でお話ししますね。人間の足って、3次元の立体構造でできているわけですね。これ右足ですね。でこの土踏まずの部分、ここってクッとせり上がってるじゃないですか。ここってアーチ構造になってるんですね。で実は見えないけど、これと同じものが外側にもあると言われています。でこれが内側縦アーチ、これ外側縦アーチっつって、そういう立体構造でできているんですよ。でその内側縦アーチと外側縦アーチを前方で結んでる横アーチっていうのもあるんですよね。はい、この3点構造で、人は片足でも立てるっていうバランスを保てる、そういう足の構造になっています。この親指の付け根の母指球と小指の付け根の小指球とかかとの小骨っていうね、この3点で立っているわけですね。でこのアーチ構造こそが歩行時の推進力でもあり、着地時のクッション作用も担っているということなんですね。すごく歩く上では大事な要素なんです。で一般的にはですね、加齢とかこの筋力の衰えによってこのアーチって徐々に下がって落ちていくんですけれども、足を健康に保つことができれば、すなわちアーチをちゃんと保つことができれば、年をとっても健康に歩くことができますし、なので靴選びにおいてはこのアーチをちゃんと保持できるような靴選びをすることがすごく大事だと言われています。でアーチが落ちるとどうなるかっていうと、疲れやすくなったりとか痛みが出たりとかするわけですね。人間の体を支えている部分なので、足って体に歪みが出てしまって、呼吸が浅くなったりとか何か疾患を招く要因にもなってしまうと言われていますので、足を健康に保つその靴選びっていうのはすごく大事なんですよ。ちょっとねこの辺小難しい話なんであれなんですけど、ぜひ覚えておいていただきたいところですね。っていうのが足の構造と、足の健康みたいな話でした。でもう一つですね、ちょっと名前だけでも知っておいていただきたいのはガースっていう概念があります。足の周り、胴回りみたいな意味なんですけど、足の周りをぐーっと回った長さみたいなのがガースですね。で親指の付け根と小指の付け根のこの出っ張った部分をぐるっと囲んだのがボールガースと呼ばれる、一の甲なんて呼ばれたりもします。でこのボールガースのちょっと後ろ側で土踏まずのこの前方をぐるっと囲ったのがウエストガース、2の甲なんて呼ばれたりもしますね。で土踏まずの後ろ側と甲の高い部分を結んだのがインステップガースで、最後に足首の前とかかとを結んだのがヒールガースと呼ばれています。ヒールガースはですね、あんまり普段の会話で出てこないんで、そんなのがあるのか程度でいいんですけれども、ボールガースはですね、ちょっと痛くなりやすい部分でもあるんですよね。小指の付け根とか親指の付け根って。なのでちょっと名前だけでも覚えておいていただきたいのと、靴を選ぶ上では実はウエストガースとインステップガースをしっかりホールドしてくれる靴っていうのがその健康を維持するためにはすごく重要です。靴紐締めた時にここがしっかりグッとホールドされているか、こことかかとですねっていう靴を選ぶことがすごく重要になってきます。で次は補足情報っていう感じなんですけれども、この図、これは男女の年齢ごとに足長と足幅幅ですねの平均値と標準偏差をプロットした図になります。これはですね、この令和3年に出ている足サイズ計測調査事業報告書に書いている内容なんですけど、年齢が低いほど足長が長く足幅が狭くなっていることがこの図から分かります。要するに何かっていうと、男女ともに多少の差はありますけど、若い世代の方が比較的細くて長い足になっているっていうことなんですね。でこのことから分かるのは、日本人の足を一括りにしてしまうっていうのは結構限界があるんだっていうことなんですよ。でよく言われるのは、日本人の足ってね、甲が高くて幅が広いみたいなよく言われてたりするんですね。欧米の方と比べてね、もちろん若い方でも幅の広い方いらっしゃると思いますけれども、比較的年齢が若い方の方が足が細くて長いという形になっているんですね。なので大事なことは、その調査結果を知った上でご自身の足がですねどうなっているのかっていうのを知っていただくことかなと思います。でこれ別に自分でも測れないことないし、なんなら靴屋さんに行って測ってくださいって言うと測ってくださいますんで、ちゃんと計測器でその話の流れで、結構細い足されてますねとか、結構幅がありますねとか、甲が高いですねとかっていう話にはなると思うんで、それをぜひですね知っておいていただくといいかなと思います。で次は長さの表記ですね。ここもまたちょっと複雑な部分なんですけど、まずですね、スニーカーと革靴だとサイズ表記の基準が違うっていうことなんですよ。スニーカーは靴底、この靴底の全長あるいは靴の内側の全長をサイズとして表記しているっていうケースがほとんどなんですね。でも革靴は
足入れサイズといって、簡単に言うとその人の足長が基準になっている、足の長さが基準になったサイズ表記が多いんですよね。なのでスニーカーを27センチ履いてたからといって革靴で27センチ履けばいいかっていうと、そうはならないケースがほとんどだっていうことです。往々にしてですね、1.5 センチから2センチぐらいスニーカーより革靴のサイズが小さくなるっていうケースが多いと思いますね。はい、なのでここはね、ぜひネットで買う場合とか注意していただきたいなっていう話なんですけれども、革靴のサイズ表記もですね、なんだろう、国によって違うわけですよ。日本ではね、センチメートル表記が一般的なんで、例えば25センチ、25.5 センチ、26センチって感覚的になんとなく分かりやすいですね。イメージしやすいですよね。それ以外に大きく2つのサイズ表記があります。イギリスとかアメリカではインチ表記が基準になっていて、3分の1インチ、ちょっとねここややこしいんで聞き流してください。3分の1インチ約 8.5 ミリごとに1サイズで、それに対してハーフサイズを設けて6とか6ハーフなんて表記されます。ちなみにアメリカではイギリスのサイズよりもハーフサイズプラスしたものが同じサイズになりますので、イギリスでは6だったものがアメリカでは6ハーフっていうのが一応同じサイズのようなイメージになりますね。でそれぞれの国の違いを分けるために UK6、US6 ハーフみたいな感じで表記されます。ね、ややこしいですよね。めちゃめちゃややこしいですよね。でもう一つヨーロッパサイズっていうのもあって、ヨーロッパでは2分の3センチ、約 6.7 ミリごとにサイズを表記しています。でこのヨーロッパサイズはハーフサイズっていうものはないので、38、39、40、41みたいな感じで刻まれていくっていう感じですね。なのでインポートシューズ買う方はですね、どのサイズが自分にとって当てはまるのかっていうのをなんとなく知っておいていただければいいかなという感じです。僕 23.5 なんで23センチを買うっていうこともありますけど、23.5 センチだとだいたい UK5 かな、US5 ハーフかなとか、その辺ですね。であとヨーロッパサイズだと38か、もしかしたら37のケースもあるなみたいな感じで、自分はどこに当てはまるのかっていうのだけ覚えておいていただければいいかなという感じです。で今のはね、あくまでサイズ、レングス、長さの話でした。でも靴にはですね、申し上げた通り幅っていう概念とか高さっていう概念もあるわけですね。幅に関しては、width WIDTH ですね。width と表記されて、時々 WIDth ってね、カタカナで書いてあるっていうケースありますけれども、width っていうこの英単語 WIDth とは読みませんので認めませんと。これはシューフィッター養成講座で講師の方がおっしゃってますので、一応 WIDth じゃなくて With が正解であります。で With はですね、その表記としてはアルファベット表記が一般的ですね。これは日本でも海外にも似てるんですけれども、日本の JIS 規格であれば幅の狭い A から幅の広い G まであって、で一般的には E とか 2E とか 3E、E が重なった表記ですねが、その辺が展開されるっていうケースが多いと思います。で海外ではですね、その標準的な E と幅の狭い D、あとは幅の広い F みたいな感じで、ちょっとね海外と日本だと表記の違いはありますけれども、アルファベットで表記されるという感じですね。はい、っていうのをねお話しした上でこんなことを言うのはめちゃめちゃ心苦しいんですが、同じサイズとか幅の表記あったとしても、ブランドごとに履き心地とかフィット感全然違ってきます。これマジで全然変わってきます。でなんなら同じブランドであっても、この木型の種類が変わると履き心地フィット感全然違うっていうケースがあるので、一応なんとなく自分はこの辺のサイズだなとかウィズはこの辺だなって知っておいていただくのは、超大事なことなんですけども、これは目安でしかないっていう、そんな感じですね。国際標準化機構、ISO ですねが靴の世界サイズの統一を図るために、国際規格サイズっていうものを1991年に発行しているんです。ただ、その統一される流れには未だに至っていないという現状にあります。でやっぱりね、その100年以上続いている老舗ブランドとかって海外にあったりするんですけど、やっぱりそういうところって今まで作ってきたその歴史もあるし、プライドもあるし、なんならお客さんもたくさん世界中に抱えられてるじゃないですか。そういうところがいきなりじゃあ言われたから国際基準サイズに統一しますってなると、お客さん今までと履き心地じゃ違うわけ、サイズ変わってくるのってなっちゃうから、そんな簡単にはいかないと思うんですよね、この話って。なのでこれからも多分、今と同じような状況が続くんじゃないかなって僕は予想してま
ますけど、なので、できればですね、例えばインポートシューズとかを個人輸入するっていう際はしょうがない時もありますけれども、できればお店に行ってちゃんと試着をして買っていただいた方が間違いない買い物ができると思います。でその時に販売員さんに足測ってもらったりとかしてもらうと、間違いないかなっていう感じですね。でさっきね、スニーカーだと27センチだと、革靴だと27センチになりませんよって話しましたけれども、それ大きい靴を選んでしまうといろんな弊害が起こります。で一つまず、前滑りって言って、靴の中で足が動いてしまって前滑りするんですね。そうすると例えば小指の付け根が当たってしまったりとか、どっか他のところが当たって痛くなったりっていうケースがあります。で、足よりも大きい靴履いてると無意識なんですけど指に力が入ったりとかするんですって。靴を捉えようとして指先に力が入る。そうすると普段普通に生活している時よりも汗の量が多くなるって言われてたりします。なのでちょっと革靴蒸れたりとか匂いが気になるわっていう方は大きすぎないかっていうサイズの問題をちょっと疑ってみてほしいですね。で無駄に力が入ることによって足が太くなってしまったりとかっていうケースもあると思いますし、さっきの話アーチが落ちて足の健康が損なわれるっていうケースもあるので、足に合った靴を選ぶっていうのがすごく大事だよっていうことをぜひ覚えておいていただきたいです。次はですね、足に合った靴の選び方についてお話をさせてください。ここ案外シンプルなんですよね。なのでちょっとサクッといきますね。でいくつかですね項目があります。今回ご紹介するのは5つなんですけれども、これら全てがですね複合的に組み合わさって良い履き心地、良いフィット感を得られるわけですね。なのでどれかが100点でどれかが50点っていうよりは、僕は全ての項目が80点ぐらい、ちょっとその判断も難しいんですけれども、全てが80点ぐらいっていうフィット感が理想的かなっていうのが僕の考えです。まずですね、靴紐を締めた時のこの甲のフィット感ですね。先ほどウエストガースとインステップガースをしっかりホールドできるといいですよっていう話をしましたけれども、ここがしっかりホールドされているかっていうのが1つ目。それと同時にかかとのフィット感もすごく大事ですね。かかとのフィット感と食いつき、ここがちゃんとグッと足をホールドできているかというところですね。で次はですね、親指の付け根と小指の付け根の出っ張ってる部分、さっきのボールガースっていうところですね。ここの、締め付けがきつすぎないか、逆に緩すぎないかっていうところですね。きつすぎるとね、やっぱりちょっと痛みが出てきてしまう原因にもなりますので、きつすぎないこと。でも緩すぎるとね、ちょっとさっきの話、前滑りしてしまったりとかっていう可能性もあるので、ちょうどいいところを探っていただくっていうのが、これもね、言葉にするのすごく難しいんですが、重要なところになります。あとですね、くるぶしが当たらないかっていうところですね。ここは結構インポートシューズだとくるぶしが高いものとかがあったりするんですよね。もちろんね、足の構造自体は一緒なんですけれども、足の形って日本人と欧米人って結構違うって言われてるんですね。なのでインポートシューズの場合はくるぶしがちょっと当たったりするっていうケースもなくはないです。で最後ですね、ステスンが1センチか2センチぐらいあるといいですよっていう話なんですが、ステスンっていうのはそのつま先から靴の内側の先端までの余白のスペースになります。で足って歩く時にちょっとね前に若干出るんですよね。その時にステスンが全くないと一歩一歩歩くたびにつま先が靴にゴリゴリ当たって痛いっていうことになりかねませんので、若干ここに余裕があるサイズ選びでやっていただくのがいいかなというこの5つ、最低限ですね。他にもね細かい話いくつかあるんですけれども、この辺りしっかり守れていればめちゃめちゃ痛くて履けないっていうことにはなりませんので、大事な5つご紹介させていただいたという感じです。でただですね、ちょっと試着時の注意点があるので、これちょっとぜひ覚えておいていただきたいですね。試着をするときは必ず靴紐をほどいて試着をしてください。っていうのは逆に靴紐ほどかないで履けるような靴は足に合っているとは言えないと思いますね。ローファーであればちょっと話は別ですけれども、紐靴であればちゃんと靴紐をほどいて、あと靴べらを使って履くっていうことですね。高いフィット感を求めようとすると靴べらが必ず必要になります。でないと足がスポスポ抜けてしまうので、靴べらを使って履いてください。で靴屋さんに絶対靴べらって置いてあるので、それをお借りしてやっていただくのがいいかなと思いますし、靴をですねちゃんと履くようになるのであれば
携帯用の靴べら1個持っといてもいいかなと思いますね。でその靴を履く時、足をね入れる時にシュッて音が鳴るかどうか、その靴の中の空気がこの少ない隙間からシュッて抜ける音がするんですよね。これが鳴るかどうかっていうのもぜひ、判断基準にしていただけるといいかなと思います。きつすぎる場合はねなかなか足入らないんで難しいんですけれども、あとね可能ならしばらくの間、5分とか、長くて10分とか足を入れといていただくといいと思います。そうすると最初は分からなかったんだけれども、だんだんこうちょっと痛みが出てきたなとかっていうことが分かってきますんで、もし可能ならねお店の方にちょっと相談していただいて、ちょっと5分ぐらい足入れといてもいいですか、ちょっと様子見てもいいですかっていうのをしていただくと安心かなと思います。でその時にですね履きじわをですねがっつり入れないでいただきたい。できるだけ履きじわが入らないように履いてください。っていうのはこれ買うかわからない商品なんで、ここにシワが入っちゃうとねすごく店員さん嫌がるんですよ。他のお客さんに見せる時にね履きじわ入ってたら嫌じゃないですか。で履きじわ直すのも簡単なことじゃないんですよね。一応できなくはないんだけど、なのでここはぜひねお互いがウィンウィンであるような買い物をしていただきたいと思います。で販売員さんもね人間なので、このお客さんめんどくせえって思われちゃったらいい買い物ができない可能性だってあるわけですね。はいっていう感じですね。ちょっと簡単にご説明しましたけれども、足に合う靴を選ぶためのチェックポイント5つご紹介しました。で、次はですね、長く靴を履くために大切なことっていうのがあります。でこれもですね知っておくと全然靴の寿命とか伸びたりしますので、ぜひ覚えておいていただきたいんですけど、まずですね最低でも3足以上靴があるといいと言われています。それをローテーションして履き回すのが理想的ですね。っていうのは、細かい話はちょっと割愛するんですけど、汗の成分ってアルカリ性なんですね。なんか緊張状態にあるとか、その精神的な状況によってアルカリ性が強く出たりするっていうケースがあるらしいんですよね。でその皮ってなめした段階だと弱酸性なんですよ。そうするとアルカリ性の成分が皮に負担をかけるダメージを与えてしまって劣化が早くなるということが言われてたりします。でその靴をですね連日履き続けるとその劣化が早くなってしまうので、1日履いた靴は少なくとも 2,3 日乾かす。そうするとアルカリ成分も揮発するらしいんですよね。なので、少なくとも3足以上あるといいですね。で帰宅後はですねできれば毎日ブラッシングをしてください。っていうのは、一般的に言われているのはそのホコリとか土の成分が皮の油分とか水分を、吸い取ってしまうっていうのは言われています。なんだけれども、僕それより大事なのは今その靴がどういう状況なのか、どういう状態なのかっていうのを把握するためにブラッシングをするっていう工程がすごく役に立つと思ってるんですよね。家帰ってきたらブラッシングをして、まだお手入れしなくても大丈夫かなとか、そういった判断をするきっかけにもなるので、玄関にねブラシを馬毛ブラシを一つ置いといていただくといいのかなと思います。はい、で次は修理ですね。例えばこのかかとの部分ですね。ここやっぱり削れやすい部分なので、ここの修理も遅くなりすぎると修理代が高くなってしまったりとか、これ以上削れちゃいけないっていうところまで削れると長持ちからは遠ざかってしまいますので、定期的にちゃんと靴底の交換修理はしていただくという感じですね。で長く履いてるとこの辺もね穴が開いてきたりとかちょっと薄くなってきて、オールソールって言われてる靴底の交換修理をするとか、そういったことも必要になるかなと思います。あとはですね事前にここハーフラバーを貼っていただくとか、あとトースチールってこのつま先の金属、こういうものを取り付けていただくと靴底の摩耗っていうのはかなり防げますので、ハーフラバーとかそういったトースチールみたいなものを最初につけていただくのもいいのかなと思います。はい、という感じでですね、ちょっといろいろご説明してきましたけれども、最後にですね、革靴の価格と価値っていう話についてちょっとお話をさせてください。最初に僕、最高の靴に出会えるきっかけになれば幸いですみたいな話、ちょっとね、申し上げたんですけれども、今回は結構、履き心地とか道具としての側面みたいなところにフォーカスしてお話をさせていただきましたよね。で逆にどんなにかっこいいなって思う靴でも、例えばインスタでよく見るあの靴とか、なんか有名な雑誌で見るあの靴とか、いろんなのがあるんですけれども、足に合わないとか履いてても辛い靴ってやっぱだんだん履かなくなるんですよね。これ僕だけじゃなくてそういう調査結果もあるんですよ。確かね4割5割の方が履かなくなるっていうのを見たことがあります。ちょっとごめんなさい、ソースがどこにあったか
記憶がなくてちょっと曖昧なんですけれども、僕のメモには4割5割履かなくなるって書いてあったんですね。なのでその履き心地の良さ、気持ちよさとか歩きやすさとか快適性っていうところはやっぱ靴選び、特に革靴においてはすごく重要だなっていうところがあります。そういった履き心地がいいことを前提に、例えばデザインがかっこいいとか、自分の洋服のスタイリングに合わせやすいとかですね、そういった要素で気に入ったものを選べると最高だと思います。最高の靴って言えるんじゃないでしょうかっていう話ですね。なのであくまでやっぱり一番大事なのは履き心地ですよねっていうことをちょっと強くねお伝えしたいです。しつこいようですが、その最高だと思える靴に必ずしもハイブランドである必要とか、それが10万20万っていう価格である必要って僕必ずしもないと思ってるんですね。もちろんね、いいものはいいですよ。高い靴ってやっぱいい素材使ってたりとか、作りも丁寧だったりしますし、やっぱ満足度は高いっていうケースはもちろん多いんですけれども、それが例えば銀座とか丸の内にね路面店出してるようなお店だったりとかすると、もちろん質もいいし、なんかちょっとねそこで受けるサービスだったりとか、なんか飲ませてもらう飲み物だったりとかも素晴らしかったりするんですよね。だからそういったサービスとか、その人件費だったりとかね、もちろんお店の家賃だったりとか、そういったところのサービス料が含まれているっていうことなんですよね。人件費とかその実店舗の家賃とか以外には、あと広告宣伝費だったりとか、あと代理店が間に入っている場合は、いくらかねそこに乗っけられているっていうことが当然あるわけで、もちろんいい靴はいいし、いいブランドはそのサービスもいいけど、それが足に合うかどうかっていうのは僕別の話だと思うんですよね。また違うと思うんですよ。だから、革靴の価格とその革靴の道具としての価値が正比例するかっていうと、僕は必ずしもそうじゃないと思ってます。語弊を恐れず言うと、その高価な靴であればあるほどそこは成立しないというか正比例しないと正直思ってます。これはハイブランドの靴を否定するわけではなくて、革靴の道具として見た時の価値ですね。でもそれって革靴以外の世の中の多くのものがそうじゃないですか。だからそのところ議論しても意味がないし、その会社のマーケティングのね方針とかもあって、販売戦略としてこういう層に届けたいんだ、だからこの価格にしてるんだっていうのは別にあってしかるべきだし、それって間違いじゃないし、別に例えばですけどこの靴に10万円の価値がないとかっていう話をするのって僕すごい浅はかというか、意味がないと思うんですよね。今ね革靴の世界って結構値上げが激しかったりするんですよね。ちょっと前と比べるとね値上げしてるブランドが多かったりするんですよ。ただその値上げしているブランドがちゃんとうまくいってるって話ちょいちょいやっぱ耳にしますし、そういったマーケティングとか販促にお金かけているところはそれ相応のうまみをねちゃんと享受してるって話もちょいちょい聞いたりします。全部知ってるわけじゃないんですけれども、ブランドが存続していくためにはその会社の利益を求めなきゃいけないっていうのは当然のことなので、この辺はねちょっとややこしい話になってくる、話それてくるんでこの辺にしますけれども、だから何が言いたいかっていうとですね、その革靴のブランドとか、ネームバリューみたいなものとか価格っていうのは必ずしも革靴においてはすごく大事な要素じゃないんじゃないかっていうことをお伝えしたいわけですね。なのでご予算の範囲内でいろんなものを履き比べしていただいて、足に合ったものを選んでいただけるのが僕は大事なことだと思ってます。でただですね、3万円台でもいい靴、長く履ける靴ってたくさん選べる、これは間違いないですけれども、おすすめしたいのはその予算で縛るんではなくて、可能なら5、6万とか、場合によっては7、8万ぐらい出していただくとめちゃめちゃ選べる選択肢が増えるんで、ぜひそこをおすすめしたいです。日本のブランドだとその5、6万とか7、8万あたりが結構ボリュームゾーンなんですよね。そこで展開しているブランドってめちゃめちゃ多いんですよ、そのあたりの価格で。なのですごく選択肢が増えます。なのでぜひねそこもご検討いただきたいなと思いつつ、でもやっぱりですね安く買いたいっていうご要望、そういう方がいらっしゃるのも重々承知しております。そういった方にはですね、ぜひ過去の動画でそういうお店とか買い方ご紹介しているものありますんで、概要欄に、リンク貼っておきますので、ぜひご覧いただけたら嬉しいなと思います。安く買う方法ももちろんありますんで、僕はですねここまで動画を見ていただいた方に絶対にいい買い物をしてほしいと思ってますね。ちょっとね長い動画になったと思いますけれども、高価な買い物だったとしてもあんまり予算を絞るっていうよりはいろんなものを履き比べしていただいて、慎重に時間をかけて選んでいただければと思います。でなんとなくいろんなものを履いて自分に合う靴がこれだなっていうのが分かってくると、その後ねもっと買いやすくなるんですよ。舌が肥えてくるじゃないけど足が肥えてくるんですね。
そうするとね、この靴いけるなっていうのが分かってくるんで、パッと履いただけで。なのでそれぐらいまでこうねリテラシーが高まってくるといい買い物がしやすいんじゃないかなと思いますね。俺はこういう理由でこの靴が最高に好きなんだよねっていう何らかのね理由を伴って靴の値段にかかわらず全ての人が自信を持ってそう言える世の中になるのが僕のなんとなく理想なんですよ。それぐらいですね、人の人生のプライオリティを靴が占めること、できれば革靴がいいなと思ってるんですけど、それぐらいその靴に対する人々のリテラシーが高まること、そういう世界をねなんとなく夢見てこういう活動をしてるんですけれども、そのためにはですねいろんな靴を見て履いていただく、試着だけでも全然いいと思いますので履いていただくのがいいかなと思います。もちろん靴ってファッションの一部ではあるし、そこが靴を楽しむ上で重要なポイントなんですけれども、やっぱり何より履き心地が大事なものであるっていうのは僕はもう絶対その通りだと思ってますので、いい靴に出会っていただけることを心から願っております。ちょっと余談ですけど、新しい靴が人生を変えるとシンデレラが証明しているっていう言葉があるんですよね。これ海外のブランドのファッションブランドのデザイナーさんの言葉かな、確か女性の方なんですけどっていうのがあって、新しい靴を履いて外に出るっていうことは、それがね王子様なのかお姫様なのかね分かんないですけど、何かしら新しい出会いがあるじゃないですか、家の外には。もしかしたら人じゃなくて何かしら新しい体験だったりとか、なんかね物だったりするのかもしれないですけど、これは革靴に限らずですけど、新しい靴、いい靴を履いて家の外に出ることが人生を変えるきっかけになるっていうのは、僕はあながち間違ってないんじゃないかなと思ってます。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画をきっかけにですね、革靴っていうものに興味を持ってもらって、ぜひ店舗で革靴を見ていただければ、見に行っていただければ嬉しいなと思っております。で、今回お話しした内容っていうのは、過去にですね Kindle の電子書籍でちょっと書いた内容と被るところがある。その Kindle の方がより深くまでですね掘り下げて書いてる内容になりますので、ぜひ興味持っていただけたらそちらもご覧いただけたら嬉しいなと思います。Kindle Unlimited なら0円で読めますし、Kindle Unlimited じゃなくても99円で読めますので、単純にねこういうことを伝えたくて作った本なので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいなという感じです。はい、最後までお付き合いいただきありがとうございました。それではまた次の動画で。ありがとうございました。